全身の描き方。どういう風にやったら全身をうまく描けるんだってことですよね。皆さん結構、顔はまあうまくなんかこう手癖とかでさ、まあある程度可愛くかっこよく描けたりもするんですけど、いざ全身、まあ全身までいかないです。もう首が怪しい。もう首がよくわからん。もう肩なんかもう全然もう全身なんか全然描けないです。もうもやもやって。怪しくて終わるみたいな。っていう人は結構多いんじゃないかなって気がしますね。今日は、まあ題名にあるみたいにもう全身どうやって描けばいいんだっていうのをちょっと解説したいと思います。で、まあ最初その1こんな風に手順があるよっていうね。まあこれまず頭身を決めるってのがすごく大事です。何頭身のキャラなのっていうことですね。そこが結構まずそもそもが間違ってる人結構多くて、自分が描きたいキャラっていうのが何頭身かによって、もうそもそもですけど、キャラの印象だいぶ変わっちゃいますね。とにかく頭身を合わせるっていうのが本当に一番大事で、最初の不慣れな人は、例えば自分のオリジナルキャラでもそうなんですよ。オリジナルキャラでも、なんか印象がだいぶ変わるなって人は、とにかくね、定規使ってください、定規。でピシッと測ってください。で、これ何頭身なんだろうっていうのを、ちゃんと測ってください。1、2、3、4、5、6、7。これ7頭身っていう風にちゃんと、これね、ほんと地味だし、なんか、めんどくさいな、なんかそういうのやりたくないなっていう風にこう思っちゃうかもしれないですけど、結局ね、こういう結構地味なことが、結構一番大事なんですよね。本当に当たり前なんだけど、頭身を合わせると。で、次、女性と男性の形が、そもそもシルエットが違うよってことです。せめてそうだな、腰ぐらいで1個取ってほしいかな。1、2、3ぐらいに3分割ぐらい ?1、2ぐらいだったらまだいけるんじゃないですか、こう。デジタル桜の人は、寄りすぎないってことです、あと。デジタル桜、今僕が書いてるみたいに、iPad とか、その液タルとかね、そういう人はこう寄れば寄るほどストローク長くなるんで、これ大変ですから、ここ。で、しかも、もうこの時点でコントロールできないですから、こうやってね。こうやってね。もうこの時点でなんかちょっと上半身と、下半身でなんか雰囲気違うな。こことここでもうテンションが変わっちゃってる。上半身と下半身で、もうまるで絵のノリが変わっちゃってるっていう人が、多いんですよ。結局、そこの問題です。視野が全身全身視野が広く、見れないっていうのかな。コントロールできない。線を、全身コントロールできないっていうのがもう一番の理由。それで描けない。じゃあどうやったら、全身をコントロールできるかっていうと、本当ね、一番簡単なのはもう単純化です。皆さんは、じゃあなんで全身コントロールできないかっていうと、この線とか、この線とか、この線とか、もうこうやってね、すごいね、もう綺麗に線引かなきゃとか、なんかかっこよくシワ描かなきゃとか、なんかかっこよくこの関節とかを綺麗にこう描かなきゃって、こういうね、視野で、なんかここがこうなって、なんかこうなって、なんかこうなって、こうなってとかね。それなんかね、一箇所一箇所見ちゃってるわけ、簡単に言うと。ちょっとかなりとったらいいけどね。こうやって一箇所一箇所すごい、ドアップで絵を綺麗に線を引くとか、かっこよく形をそこ整えなきゃってことが意識しちゃってるがあまり、なんかモコ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 もや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 してて、この人が地面に立ってるっていう感覚がそもそもあまりないっていうのかな。そこの意識がなくて、シワとか足のラインとかばっかりに意識しちゃうんだよ。ズームしてここのシワだけ頑張ってこう描いても、やっぱりね、それはそういうものにしかならなくて、全体のバランスは見てないので、結構難しいけど、なるべく引きで、デジタル描く人はあまりこうズームしすぎずに、ちょっと引きでコントロールするっていうことと、あと手書きの人は、なるべくこう、顔を近くにしすぎないで、紙の近くにしすぎない。細かいとこをいきなり描くんじゃなくて、このようにもう極めてシンプルな形で撮る、単純化して描くっていうのが本当ポイントで、なおかつ腰あたりで1で、そっから地面もう地面ね、決めとくの、ゴール決めとくの、ゴール決めとくんですよ。そこまで2で描く、せめてこのぐらい、1、2ぐらい、1、2ぐらいせめて、で足はこんな感じでなるべくもうまとめて描いちゃう。で、足まとめて書くか、説明は後でするけど、ゴール決めとくってすごく楽っすよ。
みんなもさ、こう、もう人生とかでもさ、何俺やったらいいんだろうとかさ、ある程度ゴールね、決めとくと楽なんですよ。こっちからも突き上げてるんですよ。こういう意識。こういう意識。このぐらいの意識僕持ってますね。いわゆる、絵って、ほっとくと今みたいになんか、膨張しちゃうんだよ。なんか。だから、ここにぶち込むっていうか、ここに圧力を加えて、ここにこう、潰すっていうのがもうプレスしちゃうみたいな感じの感覚に近いんですよね。いきますね。ウエスト膝追加すると。今のものにプラスアルファは、追加していくっていう感覚ですね。ちょっと。ここにもう一個ずつ、ウエスト、膝って。でね、実は膝とかウエスト、ウエストはそうとは限らないんだけど、膝に関しては実は、この股関節と足首の大体真ん中に来るっていう、こう法則がちゃんとあります。っていうところでもう一段区切りますと。でそこでまたちょっと形が少しこう変わったりします。だけどね、ほとんど男性の場合はね、こういうふうに書いてるけど、ほとんどここは四角で良かったりするんだよね。で、上はこういう、ここで一筆、ここで一筆。これもね、慣れはいるんですけどね。なるべく関節ごとに一筆。で、ここも関節ごとに一筆。関節ごとに一筆。で、さらに、手首からさらに関節一筆でしょ、一筆。だから、全部関節ごとに一筆っていうふうに僕は意識してます。で、その時もやっぱり最初に、意識して、最初のちゃんとこの重量感っていうのかな、地面からこうプレスされてる感じっていうのが大事なんですよね。まあね、このね、一筆で書くためには一発で決めなきゃいけないので、やっぱり結局たくさん書かないと、そういう線は引けないんですよ。まず、こんな感じで棒で書いていいっすよ、ほんと。次。その次の、感じで言うと、このぐらい、もう直線でいいです。もう直線でいいです。で、よくやっちゃいがちなのが、リアルな人間かつうと、なんか人間っていうと、なんかこんなかなみたいに、ちょっと思っちゃう人がやっぱいて、なんかね、やたらめったらもこもこ、なんかもこもこ、なんでもちょっとね、もこもこさせちゃう人結構多いです。だったらまだ直線の方がマシ。実際のリアルな人間の形はまだ直線の方が近いです。というのも今僕がこれなぞってるのとリアルなものの本当誤差ってもうこのぐらいしか違わないんです。なんでなんかやたらめったらこうもこもこさせるぐらいだったらこの直線で一回区切る、もう全部直線で書くぐらいの直線縛りって結構ね僕ね有効だと思います。直線縛りっていうのは何がいいかっていうと、角度とか大きさとかにこだわることができるんですよ。角度とかなんか人間描こうってするとみんな複雑に、女性とかねやっぱ綺麗にこう曲線をこうなんかこういろいろ描きたくなっちゃうんだけど、そうすればするほどねなんかあんま立ってるように見えなくなる。だからもう直線です。もう直線縛りでちょっと描いてみてください。もう何も考えないで直線、で簡単に書くと立ってるってことに集中できるわけです。簡単に。だから僕のこの書き方ってなんか私でも書けそうみたいなね、そういう感想が結構多かったんですけど、それは何かっていうと、なるべく僕が簡単な形で書いてるからで、簡単に書くと立ってるってことを意識できるからなんですよ。だから皆さんはいきなり立ってるっていうキャラとシワがあるっていうのとなんかリアルな体の曲線とかさ、靴のデザインとか3つ4つ5つみたいな同時にいろんなことをなんかやろうとしすぎて実際できないっていうのが大体なんですよね。例えば綺麗に線を引くってことそのものがもうまず最初はその時点でそれ難しいでしょ。綺麗に線を引きながら肉体を描いてスカートも描いて関節も描いてしかも地面に立ってるようなバランスがっていうふうにこう4つぐらいのことをやろうとしてるわけ。でもこれ見てください。やってること1つしかないんですよ。地面に立ってるってことしか意識してないんですよ、これ。そう。地面に立ってるってことしか意識してないんですよ、最初はそれしか意識 しちゃダメなんですよ。このキャラが、今これから描こうとしてるキャラが、もう地面に立ってるってことしか意識してないんですよ。だから、直線縛りだったりとか、簡単な素体で、描いてたりします。これ皆さんちょっと試してみてください。本当に楽しいですよ。はい、じゃあそんなところで終わりたいと思います。無料の方はここまでで。ありがとうございました。じゃあねー。またねー。
ご視聴ありがとうございました。放送の続きを見たい方はニコニコ放送の有料アニメシュークチャンネルまたはアニメシュークネット村でもご視聴できます。ご参加お待ちしてます。